今回は人類史上初めて発見された円周率の正確な値の求め方について紹介するのだ。それは古代ギリシャの数学者アルキメデスが考えた方法で、アルキメデスの方法と呼ばれているのだ。私この人知っているわ。裸で外に飛び出した人ね。まあそういう逸話もあるのだ。アルキメデスはお風呂に入った時に浮力を発見し、喜びのあまり服を着るのを忘れて外に飛び出してしまったと言われているのだ。やっぱり間違ってなかったわ。ところで人類史上初めてということは、それ以前は円周率について何も知られていなかったの？そういうわけではないのだ。ポイントは正確な値の求め方という部分なのだ。例えば紀元前16世紀頃の古代バビロニアでは円周率を 3.125 として計算していた記録があるのだ。アルキメデスが生まれる1000年以上前ね。しかしそれは正確性よりも実用性に焦点を置いており、ほどほどの精度で効率的に計算することを重視していたと思われるのだ。3.14 よりも3とした方が計算が楽みたいなことかしら。何のために円の面積を求めたか知らないけど、ちょっとの誤差は許されていたのね。他にも古代エジプトでは約 3.16、古代インドでは約 3.088 として円の面積を近似的に求めていた記録があるのだ。もちろんアルキメデスが生まれるはるか昔のことなのだ。さらに古代バビロニアでは円の面積の公式が現代とほぼ同じ形で知られており、円周率を精度よく知るほど円の面積を正確に求められることも知っていた可能性が高いと思われるのだ。それにもかかわらず、それ以上円周率を正確に求めようとした記録は見つかっていないのだ。一方アルキメデスは実用性とは無関係に円周率の正確な値を求めようとしたのだ。それは当時のギリシャ学問が純粋に論理を展開することに美しさを見出していたことが影響していると考えられるのだ。さてアルキメデスは次の事実を示したのだ。円周率は3と71分の10より大きく、3と7分の1より小さい。3と71分の10は約 3.1408、 3と7分の1は約 3.1428 なので、小数点第2位までの値を求めたと言えるのだ。それ以前と比べると正確な値ね。でもそれでも円周率の正確な値とは言えないんじゃない？もちろんそうなのだ。そもそも何桁目まで求めても正確な値とは言えないのだ。しかしアルキメデスが考えた方法は、計算を繰り返しさえすればいくらでも円周率を精度よく求めることができるのだ。その意味でアルキメデスの方法は円周率の正確な値の求め方を与えていると言え、そしてそのような求め方が考えられたのは人類史上初めてのことだったのだ。それではアルキメデスがどのような方法で円周率を求めたのか説明していくのだ。アイディアは至って単純で、円に内接する正多角形と円に外接する正多角形の周の長さによって円周率を近似するという方法なのだ。内接する正多角形の周は円周よりも短く、外接する正多角形の周は円周よりも長いので、正多角形の角をどんどん多くしていけば円周が求まるのだ。つまり内側の赤い図形の長さが円周より小さく、外側の青い図形の長さが円周より大きい。そして角を増やせばどんどん円周に近づくということね。そういうことなのだ。一応この不等式を確認しておくのだ。内接する正多角形についてここの部分を見ると、赤い線は直線、黒い線は曲線なので円周の方が長くなる。よってこの不等式は正しいのだ。そして外接する正多角形に対してこの部分と円周を比べると、見た感じ青い線の方が長いのでこの不等式も正しいのだ。見た感じって結構適当なのね。そこは突っ込まないでほしいのだ。アルキメデスも当たり前だと思って証明しなかったみたいなので見逃してほしいのだ。一応三角関数とその微分を知っていれば簡単に証明できるのだが、この動画では証明を省略するのだ。アルキメデスは正六角形から始めて
正九十六角形まで計算することで先ほどの不等式を計算したのだ。アイディアは単純でも計算は大変そうね。さて、この後の議論は少し長くなるので、まずは大まかな流れを説明するのだ。最初に内接正 N 角形から内接正 2N 角形を作る方法、そして外接正 N 角形から外接正 2N 角形を作る方法を説明する。次に内接正 N 角形の周の長さと内接正 2N 角形の周の長さの関係、外接正 N 角形の周の長さと外接正 2N 角形の周の長さの関係を示す。最後に正六角形から始めて12角形、24角形と計算して正96角形まで求めていくのだ。まずは内接正 N 角形から内接正 2N 角形を作る方法について考えるのだが、その前に改めて内接正多角形とは何かを説明するのだ。正多角形とはすべての辺の長さが等しく、すべての内角の大きさが等しい多角形のことを言うのだ。そして頂点の数が N 個の正多角形を正 N 角形というのだ。これは頂点が6個だから正六角形ね。正 N 角形は頂点の数だけじゃなくて辺の数も N 個になるのね。次に多角形が円に内接するとは、多角形が円にすっぽり収まること、つまりすべての頂点が円の円周上にあることを言うのだ。そして円に内接する正 N 角形を内接正 N 角形というのだ。これで内接正多角形の説明は終わったので、次に内接正 N 角形から内接正 2N 角形を作る方法を説明するのだ。まず円の中心を落とし、円の中心と内接正 N 角形の各頂点を線で結んでみる。すると三角形が N 個出来上がるのだ。この時それぞれの三角形、特にこの図の赤い三角形と青い三角形は合同になるのだ。合同って形と大きさが同じでぴったり重ねられるってことよね。3辺の長さが等しいとか2辺とその間の角が等しいとか習った記憶があるわ。そうなのだ。この場合はこの赤い辺が円の半径と等しく、この青い辺は正 N 角形の辺なので長さが等しい。よって3辺の長さが等しく、三角形が合同であることがわかるのだ。三角形が合同なのでここの角度が等しくなる。円の中心に注目すると、これらの三角形によって360度が N 等分されていることがわかるのだ。逆に考えると360度を N 等分し、頂点の角度が N 分の360度の二等辺三角形を組み合わせることで内接正 N 角形を作ることができるのだ。ということは内接正 2N 角形を作るには頂点の角度が 2N 分の360度の二等辺三角形を作ればいいのね。そういうことなのだ。そしてそれはこのように角の二等分線を引けばよいのだ。このように線で結ぶことで正 2N 角形の一辺を作ることができるのだ。これを他の角でもやれば正 2N 角形ができるのね。そうなのだ。この図では正六角形から正12角形が作られたのだ。ただしアルキメデスはこの方法とは少し違ったやり方で正 2N 角形を作ったのだ。まず半円を考え、図の赤い線を正 N 角形の一辺とする。図が変わったから分かりにくいけど、中心角が N 分の360度だから確かに正 N 角形の一辺になってるわね。そしてこのように線を引く。この時中心角は円周角の2倍なので左下の角度は丸の半分になるのだ。ついでに直径の円周角は直角なのでこの三角形は直角三角形になるのだ。そして図のように左下の角の二等分線を引くと、中心角と円周角の関係から青い線は正 2N 角形の一辺になるのだ。青い線の中心角は 2N 分の360度だから正 2N 角形の一辺になるのね。理屈はわかるけどちょっと変なやり方ね。アルキメデスはどうしてこんな方法を取ったの？それはよくわからないのだ。最初の方法でも計算できるし、アルキメデスの方法で計算が劇的に楽になるということもないのだ。理由はよくわからないが、アルキメデスにとってはこちらの方法が好みだったかもしれないのだ。
内接正 N 角形から内接正に N 角形を作る方法はこれで分かったので、次は外接正 N 角形から外接正に N 角形を作る方法を説明するのだ。ただしその前に改めて外接の意味と性質を説明するのだ。まず直線が円に接するとは、直線が円にちょうど一点で交わることを言うのだ。この直線を円の接線といい、交わる点を接点というのだ。円と直線って他にも2点で交わったり交わりがなかったりするけど、どちらも接しているとは言えないわね。接線には特殊な性質があり、このように円の中心から接点に線を引くと接線と直角に交わるのだ。一応証明をすると、 O を円の中心、 T を接点、 T' を接線上の点とし、 OP と OP' の長さを比べてみると、 OP は円の半径と等しく T' は円の外側にあるので円の半径より大きい。よって接点 P は接線上の点の中で円の中心に一番近い点なのだ。接線は1点だけで交わって、それ以外は円の外にあるから、逆に円の中心に一番近い接線上の点は P しかないこともわかるわね。そうなのだ。それも大事な性質なのだ。ということは、接線に垂直な直線を引いてその交わりを Q と置いた時、 Q が円の中心に一番近い接線上の点ならば T と Q が一致することがわかるのだ。そしてそれは三平方の定理を用いれば簡単に示すことができるのだ。 Q' を接線上の点とし、この直角三角形に対して三平方の定理を適用するとこうなるのだ。 QQ' は0より大きいから OQ' は OQ より大きいわね。そうなのだ。つまり Q は円の中心に一番近い接線上の点であり、 Q と P が一致することがわかるのだ。これで円の中心から接点に線を引くと接線と直角に交わることがわかったのだ。円に接することについての説明はこれで終わって、次は外接正 N 角形から外接正に N 角形を作る方法について説明するのだ。まず正多角形が円に外接するとは、正多角形のすべての辺が円に接することを言うのだ。ここで円の中心と外接正 N 角形の接点を直線で結び、円の中心とその間にある頂点を直線で結ぶのだ。この時三角形が2つできるが、これらは合同になるのだ。これは接点と結んだ直線の長さが半径に等しいこと、同じ辺を共有していることから2辺の長さが等しいことがわかる。残りの1点は三平方の定理を用いることで長さが等しいことがわかり、3点の長さが等しいので合同であることがわかるのだ。合同なのでここの角度が等しく、正 N 角形の内角の半分になるのだ。同様の理由でここも正 N 角形の内角の半分になり、したがって円の中心を頂点とする角の大きさが一致するのだ。赤い三角形に注目すると、これは二等辺三角形であり、底辺は正 N 角形の一点になっているのだ。よって正 N 角形はこの三角形と合同な N 個の三角形に分けることができ、円の中心を頂点とする角の大きさは N 分の360度となるのだ。逆に頂点の角の大きさが N 分の360度の二等辺三角形で、底辺が円に接するものを考えると、これを N 個合わせれば外接正 N 角形を作ることができるのだ。ということは、外接正に N 角形を作るには、この三角形から頂点の角度が半分の三角形を作ればいいのね。そうなのだ。そしてそれはこのように頂点と接点を結んで、角の二等分線を図のように2つ引けばよいのだ。するとこの三角形は頂点の角度が 2n 分の360度になり、これを 2n 個合わせると正 2n 角形が出来上がるのだ。これで正 n 角形から正 2n 角形を作る方法が分かったので、次はそれらの辺の長さの関係、つまり正 n 角形の1点の長さと正 2n 角形の1点の長さの関係を求めるのだ。最初に準備として三角形の角の二等分線と辺の比の関係について話していくのだ。そういえば内接正多角形も外接正多角形も円の中心の角度を n 等分することで作ることができて、
正二 N 角形を作るときは角の二等分線を使っていたわね。そうなのだ。だから今から説明する事実を使うと辺の長さの計算が楽になるのだ。それではまず三角形を考え、このように二等分線を引くのだ。この時右の等式が成り立つ。つまり赤い線 AB の長さと青い線 BD の長さの比が赤い線 AB たす AC の長さと青い線 BD たす CD の長さの比に等しいのだ。これを確認するためにまず C を通り AD に平行な線を引く。そして辺 AB をその線と交わるまで伸ばし交点を E と置く。この時 AD と CE が平行なのでここの角度が等しくなる。そして同様の理由で錯角も等しくなるのだ。よって三角形 ACE は二等辺三角形になり AE と AC の長さが等しくなるのだ。また2組の角の大きさが等しいので赤い三角形と青い三角形が相似になるのだ。これによりこの赤と青の2辺の比とこの赤と青の2辺の比が等しくなり AE と AC の長さが等しいのでこの赤と青の辺の長さの比が等しくなるのだ。これで右の等式が成り立つことが分かったのだ。さてそれでは内接正 N 角形と内接正 2N 角形の辺の長さの関係について説明するのだ。簡単におさらいすると頂点の角度が N 分の360度の二等辺三角形を考えると赤い線は内接正 N 角形の一点になるのだ。そしてこのように線を引き左下の角の二等分線を引くと中心角と円周角の関係から青い線が内接正 2N 角形の一点になるのだ。ということは青い線の長さを赤い線の長さを使って表せば内接正 N 角形と内接正 2N 角形の辺の長さの関係がわかるのね。そうなのだ。それではまず求め方の方針を説明するのだ。最初に三平方の定理を用いて AHB の長さから AHC の長さを求める。次に AHB と AHC の長さから A に B と A に C の比を求める。最後に A に B と A に C の比と三平方の定理を用いて A に B の長さを求めるのだ。またこの動画では計算を簡単にするため円の半径を1として辺の長さを計算するのだ。円の半径を R としても今回紹介する方法と同様に計算できるので気になる人は自分で試してほしいのだ。また途中の複雑な計算は省略するので気になる人は動画を止めながら計算することをおすすめするのだ。それでは AHC の長さを求めるのだ。図の赤い三角形は直角三角形なので三平方の定理からこうなるのだ。半径の長さを1としていたので BC は2となる。よって BC の2乗は4となるのだ。これを AHC について解くとこのようになるのだ。次に A に B 分の A に C を求めるのだ。左下は角の二等分線だったので赤い三角形と緑色の三角形は相似になるのだ。2組の角が等しいわね。よって A に C と A に B の比が HC と HE の比に等しくなるのだ。さらに二等分線と辺の比の関係から HC と HE の比はここの比に等しいのだ。HC は先ほど求めたのでこのように書けるのだ。一応 A に C についてまとめるとこのように表されるのだ。最後に A に B を求めるのだ。緑色の三角形は直角三角形なので三平方の定理からこうなる。 A に C を先ほど求めた式で置き換えるとこうなる。これを A に B の2乗についてまとめるとこうなるのだ。分母のルートをなくすために有理化をするとこのようになるのだ。途中の計算式は複雑だったけどこれで内接正 N 角形の長さから内接正 2N 角形の長さを求められたのね。そうなのだ。ただこのままだと角の数と長さの関係が分かりにくいので分かりやすくするため少し整理するのだ。内角正 N 角形の一点の長さを PN と置くと AHB は PN、A に B は P に N なので先ほどの式からこうなる。両辺ルートを取ると PN から P に N を求める式が得られるのだ。
これで内接正多角形の辺の長さが分かったので、次は外接正多角形の辺の長さについて説明するのだ。まず簡単におさらいすると、頂点の角が n 分の360度である二等辺三角形で、頂点が円の中心と一致し、底辺が円に接するものを考えると、底辺は外接正 n 角形の一点になるのだ。これから外接正 2n 角形の一点を作るには、接点に垂線を引いて角の二等分線を2つ引けばよいのだ。そうすると頂点の角度が 2n 分の360度になるから、外接正 2n 角形の一点になるのね。そうなのだ。よってこの2つの長さの関係を調べることで、正 n 角形と正 2n 角形の辺の長さの関係がわかるのだ。見やすいように図の点線の部分を拡大するとこうなるのだ。 O が円の中心、B が円と底辺の接点で、赤い線 OA2 が角の二等分線ね。そうなのだ。そして A1B は外接正 n 角形の一点の半分、 A2B は外接正 2n 角形の一点の半分なので、 A1B の長さを用いて A2B の長さを表せられればよいのだ。それでは求め方の方針を説明するのだ。まず A1B の長さと三平方の定理から OA1 の長さを求める。次に二等分線と辺の比の関係を用いて OA1 の長さから A2B の長さを求めるのだ。それではまず OA1 の長さを求めるのだ。図の三角形は直角三角形なので、三平方の定理からこの式が成り立つ。 OB は半径なので1であり、 OA1 について解くとこうなるのだ。これで OA1 が A1B の長さを用いて表されたわね。次に A2B を求めるのだ。 OA2 が角の二等分線であることから、 A2B と OB の比が A1B とここの比に等しいのだ。 OB は1なので省略し、 OA1 を先ほど求めた値に置き換えるとこうなるのだ。分母にルートがあるので有理化をするとこのようになるのだ。これで A2B の長さを A1B の長さで表すことができたのね。そうなのだ。ただしこのままだと角の数と辺の長さの関係が分かりにくいので、もう少し整理するのだ。 Pn を外接正 n 角形の一点の長さとすると、 A1B は Pn の半分の大きさ、 A2B は P2n の半分の大きさなので、先ほどの式に代入するとこうなるのだ。これを整理すると、外接正 n 角形の一点の長さで外接正 2n 角形の一点の長さを表す式が得られるのだ。これでようやく円周率を求める準備ができたので、ここからは円周率を求めるための計算をしていくのだ。まずおさらいすると、小文字の Pn を内接正 n 角形の一点の長さとし、大文字の Pn を外接正 n 角形の一点の長さとしていたのだった。この時円周率と Pn にはこの不等式が成り立つのだ。正 n 角形の辺は n 個で、 Pn は内接正 n 角形の一辺だから、一番左の項は内接正 n 角形の周の長さに一致するわね。同じ理由で一番右の項は外接正 n 角形の周の長さに一致するわ。そうなのだ。真ん中は半径1の円の円周の長さなので、この不等式はそれぞれの周に関する不等式なのだ。そして n を大きくすれば、両側の値はどんどん2πに近づいていくはずなのだ。それでは内接正多角形の周の長さを計算するのだ。最初に n イコール6の場合を計算し、それから n イコール12、24、48、96の場合を求めていくのだ。 n イコール6の場合は P6 は内接正六角形の一点の長さであり、正六角形をこのように6つの三角形に分けると、360度が6つに均等に分けられるので、1つの角度は60度になるのだ。ここの2辺は半径に等しいので、この三角形は二等辺三角形であり、残りの2角の大きさは等しいので、180-60割る2を計算してそれぞれ60度になるのだ。よってこの三角形は正三角形になり、赤い辺の長さは半径と等しく1であることがわかるのだ。つまり P6 の値は1なのね。
そうなのだ。そして結果を表にまとめるとこうなるのだ。表の左の列は正多角形の角の数、真ん中は一点の長さ、右の列は周の長さの半分なのだ。右の列は n が大きくなるほど円周率に近づくはずなのだ。それでは P12 の値を求めるのだ。内接正多角形の一点の長さの関係から P12 は P6 を用いてこのように表されるのだ。 P6 は1なのでこうなり、さらに計算するとこうなるのだ。12割る2は6なので P12 を6倍すると約 3.1058 になるのだ。円周率に近づいたわね。次に P24 を求めるのだ。 P24 は P12 を用いてこのように表され、細かい計算は省略するが計算するとこのようになるのだ。そして周の長さは約 3.1326 になるのだ。同様の計算をして P48、P96 を求めるとこのようになるのだ。正96角形まで求めてようやく 3.14 までが求まるのね。これで内接正多角形は計算できたので、次に外接正多角形を計算するのだ。まず外接正六角形の一点の長さ、つまり P6 の値を求めるのだ。このように線を引き三角形を作ると、内接正六角形の時と同様にここの角度は60度であり、二等辺三角形なのでここの角度も60度になるのだ。よってこの三角形は正三角形になるのだ。円の中心と接点を結び、出来上がった直角三角形の辺の比を考えると、緑色の線の長さは赤い実線の長さの2倍であり、三平方の定理から水色の線が赤い実線のルート3倍であることがわかるのだ。水色の線の長さは円の半径なので1であり、緑色の線の長さは P6 なので比の関係を式で表すとこうなり、計算すると P6 がルート3分の2であることがわかるのだ。これを計算すると約 1.1547 であり、周の長さは約 3.4641 であることがわかるのだ。次に P12 の値を求めるのだ。P12 は P6 を用いてこのように表されるのだ。P6 にルート3分の2を代入して式を整理するとこうなるのだ。これを計算すると約 0.5358 となるのだ。そして周の長さは約 3.2153 となるのだ。同様の計算で P24、P48、P96 を求めるとこのようになるのだ。これで外接正多角形の方も計算できたのだ。結果をまとめると次の不等式が得られたのだ。小数点2桁目まで一致してるから 3.14 までは求められたのね。ちなみに192角形まで求めると3桁目まで、4桁目まで求めるには768角形まで計算する必要があるのだ。それは大変ね。そんなに計算したくないわ。ところで途中でルートがいくつも出てきたけど、どうやって計算したの？学校で習った記憶がないわ。めんどくさかったので、さっきの計算ではパソコンを使ったのだ。ただしアルキメデスの時代にはパソコンや電卓があるわけないので、少しズルをしてるのだ。その関係でこの不等式はアルキメデスが得た不等式とは少し異なっているのだ。確かに最初に見た不等式は分数で挟まれていた気がするわ。一応もう一度見せておくと、アルキメデスが得た不等式はこちらなのだ。パソコンで計算した方が少しだけ良い近似を与えているが、ほとんど同じなのだ。それでアルキメデスはどうやってルートを計算したの？それがルート3の近似としてこの不等式を用いていたことは残されているのだが、その導出方法は残されていないのだ。ルート3は内接正十二角形の計算にも外接正十二角形の計算にも現れており、今回の計算においてルート3を正確に計算することはとても重要なことなのだ。左右の分数を小数展開するとこのようになり、ルート3を小数展開するとこうなるので、小数点以下4桁目まで正確な値を求めているのだ。アルキメデスはこの式のみを残し、式を求めた方法を残していないのだが、
数学史の研究者が求め方を推測しているので、その方法を紹介するのだ。まず基礎となるルートの近似方法を紹介するのだ。a を自然数とし、ルート a の近似値を求めたいとする。この時ルート a に近い自然数を探し m と置くのだ。なるべく近く取る方が近似の精度が上がるのだが、差が1より小さければ十分なのだ。例えばルート3だったら m を1か2とすればよいのね。次に b を a-m の2乗と置くのだ。するとルート a はこの式で近似できるのだ。どうしてこれで近似できるのか全然わからないわ。一応理屈を軽く説明するのだ。ルート a が m 足す c と表され c が十分小さいとする。両辺の2乗を計算するとこうなる。この時 c の2乗は無視できるほど小さいと考えられる。 2mc を b と置くと c は 2m 分の b となる。最初と最後の式を合わせると先ほどの近似が得られるのだ。理屈を聞いてもやっぱりよくわからないわ。しょうがないのだ。僕もこんな方法を思いつく気がしないのだ。ちなみにこの方法は紀元前16世紀のバビロニアですでに知られていたのだ。そんなに昔から？昔の人って賢かったのね。さてアルキメデスもこの方法を知っており、これを少し改良した方法を用いたと推測されているのだ。それはこのような不等式なのだ。まず b が0より大きいのは m がルート a より小さい時なのだ。右辺は先ほどの近似値と同じであり、左辺は分母を1だけ大きくした値なのだ。一般的に分母を大きくすれば分数の値は小さくなるので、分母を大きくしていけばどこかで不等式が逆転すると予想されるが、実際に1を大きくするだけで不等式が逆転するのだ。 b が0より小さい時もほぼ同じだが、ここの値が少しだけ違うのだ。この不等式の証明は省略するが、証明方法は簡単で各辺を2乗して比較すればよいのだ。それではこの方法を使ってルート3を計算してみるのだ。まずルート3は1より大きく2より小さいので m イコール2と置くのだ。この時 b はマイナス1であり、ルート3はこのように表されるのだ。これを先ほどの不等式に当てはめるとこうなるのだ。左辺を計算すると3分の5であり、右辺を計算すると4分の7になるのだ。これで終わり？最初に紹介された不等式とは全然違うわ。実はこの方法が進化を発揮するのはここからなのだ。左辺の3分の5に着目し、3と3分の5の2乗の差を計算するとこうなるので、ルート3はこのように表されるのだ。分母をまとめて前に出し、ルートの中身に着目すると、これは m イコール5、b イコール2として先ほどの近似を適用できるのだ。するとこの不等式が得られ、それぞれの辺を3で割ると再びルート3の不等式が得られるのだ。このように何度も繰り返し適用することでどんどん近似の精度を上げることができるのだ。そして次は右辺の15分の26に着目し、再び不等式を適用するとアルキメデスが用いた不等式が得られるのだ。これでアルキメデスの円周率の求め方を一通り説明できたのだ。若干現代風にアレンジし、計算をだいぶ省略したのだが、8割ぐらいは原作を再現できたと思うのだ。省略したのかもしれないけど、とにかく計算が多くて疲れたわ。特にルートの計算なんて計算ミスしそうでやりたくないわ。円周率を 3.14 まで求めるだけでも大変なのね。それは同意なのだ。実際に計算すると3よりももっと大きな数のルートの計算が必要で、多分計算がもっと複雑になると思うのだ。それにもかかわらず最終的に7分の1と71分の10という単純な分数に帰着していることは驚きなのだ。そこにアルキメデスの計算能力の高さを感じ取れるのだ。でもルートの計算以外は中学校で習った範囲で理解できるのがほとんどだったわ。話が長いことを除けば一つ一つは簡単だったわ。そうなのだ。逆に言えば中学数学を学べば2000年前の大天才に並ぶことができるのだ。そう考えれば
中学数学はかなり高度なことを教えていると言えるのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる方は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。